おだすこんちこんばんポテトで今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、ベルカンプの2列目って強いんか分析やっていきたいなと思います。いや、このガチャ皆さん引きましたか？本当にいいガチャだよね。マジで本当に最高だよ。底引きしたけど、いやまあそんなガチャなんですけども、その中のベルカンプですよね。この2列目からの飛び出し、2列目微妙なんじゃないか、足遅いから微妙なんじゃないかとかってよく言われるんですけど、めちゃめちゃ遅いわけでもないし、じゃあ実際何がどう違うのか、これをですね今回は見ていきたいなと思います。で、検証方法ですね。検証方法は前回のものと同じになっていくんですけども、紹介をしておきます。調子は普通で固定をして、ボール保持者とベルカンプ以外はですねプレイスタイルなしの状態になっております。チームスタイルはショートカウンターでね基本的な動きっていうのを見ていきたいなと思います。でですねこの3パターン、左センター右サイドっていう形でですね、動きを見て中の動きをですね見ていきたいなと思います。で、今回インテルのベルカンプとね違いを見ていきたいなと思います。 OMF、ST、そしてセンターフォワードみたいな形で見ていきたいなと思います。まずは OMF から見ていきましょう。リンクフォワードのインテルのベルカンプから見ていきましょう。実質無印ですね。無印の状態になっておりますけども、はい、ちょっと違いを見ていきましょう。ですね、周りに合わせて動くのが、この無印の良いところでもありますよね。なのでパス受けもするし裏抜けもするんですけど、スペースとかがね誰かに使われたりしたら、その場で動くのをやめるっていうようなね感じになりますので、ある意味癖がない感じですよね。で、逆に言えばですね、スペースさえあればですねこんな感じで走り抜けたりもするというような感じになっていきましたね。はい、ここからは2列目の OMF ですね。このパス受けの動きとかは結構似てるんですけどね、この後のところとかが変わってくるようなそんな感じでしたね。はい、見ていただきました。ですね、まずはパス受けですね。ここが結構第一優先みたいですね。その後に裏抜けっていう形になってきました。なので、なんて言うんだろうな、思ったよりパス受けの意識が結構高めなのかなっていう感じしましたね。もうちょっと裏っていう感じなのかなと思ったらそうでもなかったですね。ただランダムかなとは思うんですけど、裏抜けするときとか結構早めに切ったりしますね。この長い距離裏抜けするのも魅力の一つではありますよね。はい、次 ST を見ていきます。3トップの左側の ST にした場合の動きですね。まずはリンクフォワードから、案外裏抜けしないですね本当に。全然抜けないですね。こんな感じでパス受けをしているっていう形になっていきますね。この前線にですね人数が足りている場合っていうんですかね、その時はね割とパスに専念するそんな印象でもありましたね。はい、次2列目の ST ですね。左の ST になっております。これは動きすごく分かりやすいですね。はい、見ていただきました。まずはですねスタート位置はちょっと低めというかね、そんな形になっていました。で、自分がいる側っていうんですかね、ここはですね一旦パス受けをするような動きでしたね。で、ハーフライン超えたぐらいのところからですかね、早めに裏抜けをしていくような感じ。ハーフライン超えたらっていうか、ボール保持者との距離が近くなったら裏抜けするようなそんな仕様にも思えましたね。なので場所とかじゃないかもしれないですね。で、この裏のスペースですね、ここが結構残ってる分ですね割と使っていくことが多かったかなという感じでしたかね。で、逆サイドにボールがあるときはですねそんなに気にしてないっていう感じというか、そんな動こうとしてない感じでしたね。さあ、こっからですねワントップの ST を使った場合を見ていきましょう。
はい、見ていただきました。まずはですね、スタート位置のとこなんですけど、大体ハーフラインからこの3つ目の島のラインのところですかね。これ後でちょっと重要なので見ておきます。この辺からスタートをしていく、大体のプレイスタイルがここら辺なんですけどね。で、ここの段階ですかね、2本目の島ぐらい、島のところぐらいからこう、走り始めるようなね。若干ブレはあると思うんですけど、そんな感じ。で、あとはね、その前のところに関してはパスコースを作ってもらってるような動きには見えましたね。ディフェンダーに捕まらない程度に、ポジショニングをずらしているような、そんな感じしました。そして2列目のワントップの ST ですね。はいはい。いや、これすごい、これ分かるかな、これ分かる人いるかな。はい、見ていただきました。まずはですね、一番注目したいのがここですね。ここのベルカンプが今度出てきます。ここですね。スタート位置がですね、ハーフラインから4本目のラインのところまでもうそもそものスタート位置が高いんですね。ディフェンスラインめちゃめちゃ押し下げてるんですよ、 ST なのに。で、この辺りから裏抜けをしていく。ここのタイミングに関してはそんなには変わらないんですけどね。そんな形になっていきました。これすごいな。どのサイドから攻めた時もそうでしたね。で、あとはね、自分の直線上にいる場合はですね、やっぱりパス受けはする。これはなんか以前のハーランドとかでもそうだったんですけどね。こんな感じでパス受けを結構専念する感じでしたね。最終的には裏抜けたりはするんですけど、そんな形になっていました。そして最後ですね、センターフォワードで使った場合を見ていきましょう。リンクフォワードのセンターフォワード、ここに関してはね、基本的には敵との距離を保ちながらずっとパス受けしてるような印象が強かったですね。敵にこう掴まれにくい場所っていうんですかね。で、裏抜けの動きはするんですけど、あんま抜けきらないんですよね。さっきの2列目見ていただければ分かるかと思うんですけど、結構裏まで抜けて走り抜いてたんですけど、抜けきらない感じのことが多かったですね。さあ、ここから2列目のセンターフォワード、無印ですね。要はセンターフォワードでは発動しないのでね、ここに関してはですね、スタート位置低いですよね。見てください。ってことはですよ、先ほどの ST にした方がですね、高い位置でキープしてるんですよね。ST の方が高い位置になるっていうなんか不可思議な感じになってますけど、この辺りから裏抜け、これに関してはですね、シンプルに癖がなくて無印の強さが出てるのかなと思います。はい、ということでですね、ちょっとまとめておきました。文字で言うと難しいんですけどね、動きは一概に言えないので、三角が悪いとかそういうことではないので、そこは注意していただきたくて、意識の高さみたいなイメージですかね、発生のしやすさみたいなところで乗っけておきました。で、何よりもここですよね、ST の方が位置高くなるっていう、ここに関してはすごく今回やってよかったかなと思いました。なのでですね、用途に合わせて使い分けするのがすごく大事なのかなと思います。ここの辺りに関しては周りを使いたいときはね、この辺りを使っていき、ここはですね、裏のスペースを使いたいときにする、そしてですね、頂点をですね、ライブレ以外にすると、裏のスペースが残るので、なお、長い距離の裏抜けみたいなのをしてくれることが多くなりますね。中盤をね、自由にさせたいときとかね、相手のディフェンダーを押し下げたいとかですね。ただ裏のスペースはですね、割と潰しがちにはなりますので、そこだけは注意していただくといいのかなと思います。はい、という形でしょうかね。個人的にはですね、その時その時の状況に合わせて変えられる、こっちのアーセナルのベルカンプの方がいいかな、好きかなって感じですね。どちらにしろですね、ボルコンが高いので、ワンタッチしてからシュートとかがね、めちゃめちゃえげつなくくっつくんですよね。マジでベルカンプターンとかできそうですよね。ベルカンプターン何それって思った人は検索してほしいんですけど、ぜひですね、こんな形でですね、参考にしていただければなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。よろしくお願いいたします。年内に3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。ベルカンプターンのワンタッチで敵を置き去りにする感じ、ドリブルじゃなくて置き去りにする感じ、最高ですよね。わかる人いるかなというところでまたお会いしましょう。バイバイ。